レガシーコードのリファクタリング拒否した CTO が開発停止に追い込まれた結果、俺が書いたコードに文句言うな。もう誰も読めないコードだけどな。俺は中堅 SaaS 企業でバックエンドエンジニアをしている30歳。入社して3年になる。この会社には大きな問題があった。それは主力製品のコードが10年前に書かれたレガシーコードだということ。10年前のコード。そう。PHP5.6 で書かれた20万行のスパゲッティコードだ。フレームワークなし。グローバル変数が1000個以上。テストコードはゼロ。ドキュメントもほぼない。うわ地獄じゃん。変数名も A、B、DMP みたいな適当なものばかり。コメントも全くない。処理内容を推測するしかなかった。関数名もプロセス、ドゥーサムシング、ハンドルデータみたいな抽象的なものばかり。if 文が10段以上ネストしてる箇所もざらにあった。一つの関数が1000行を超えることもあった。1000行の関数とか読めるわけないだろ。こんなコード書くなよ。これメンテナンス不可能でしょ。バグ修正に1週間かかることも珍しくなかった。1箇所直すと別の場所が壊れるなんてことが日常茶飯事。このままじゃまずいと思った俺は3週間かけて詳細なモダン化計画を作成した。ララベルへの段階的移行、テストコードの追加、リファクタリング、MVC アーキテクチャの導入、依存関係の整理、CI/CD パイプラインの構築、自動デプロイの仕組み。工数は3ヶ月。エンジニア2人で実施可能。費用早く1000万円。デモ効果破絶大だ。開発速度は3倍。コストは半減すると試算した。おう、ちゃんと計画立ててておらい。3ヶ月で1000万円と過去スパ良すぎ。コスト半減は大きいよね。80ページの提案書を作成して CTO に提出した。 CTO は55歳の創業メンバーで、このレガシーコードを10年前に書いた本人だった。サッシ本人が書いたコードならなおさら直すべきだろ。責任取れよって話だよな。リッチの提案聞いてあげてよ。俺は CTO に丁寧に説明した。今ならまだ間に合う。段階的に移行すればリスクも最小限に抑えられる。ちょっと待て、このコードは俺が書いたんだ。10年間問題なく動いてきた。何が問題なんだ。ですが保守性が著しく低下していて。動いてるコードを触るな。これは鉄則だ。若造が余計なことするな。鉄則じゃねえよ。でもバグ修正に時間がかかりすぎています。それはお前のスキル不足だろ。俺が書いたコードなんだから、俺が一番に返してる。それより新機能開発に集中しろ。そっちの方が売り上げに直結するからな。典型的な老害で草。自分が書いたコードって過信してるな。後で大変なことになりそう。こうして俺の提案は拒否された。でも俺は諦めなかった。全ての提案書、CTO とのやり取り、拒否理由、これらを全て記録として残しておいた。ナイス判断。CTO の指示でレガシーコードに新機能を追加することになった。本来ならリファクタリングしてから追加すべきだが CTO の命令は絶対だった。結果コードの複雑性が爆発的に増加した。if 文のネストが15段まで深くなる箇所も出てきた。関数は2000行を超え、もはや誰も全体を把握できない。2000行って小説かよ。15段ネストとかやばすぎ。これ完全にスパゲッティコードやん。バグ修正にかかる時間も増加していった。以前は平均3日だったのが今は1週間以上かかる。しかも1箇所修正すると必ずと言っていいほど別の場所が壊れる。完全に負のスパイラルじゃん。俺の残業時間は月100時間を超えた。深夜2時、3時まで働くのが当たり前になっていた。それでも俺は耐えた。いつか状況が変わると信じて。一致頑張りすぎ。新人エンジニアが入社してきた。俺は彼にコードの説明をしようとしたが、先輩、このコード読めないです。変数名が A、B、DMP ばかりで何が何だかドキュメントもないし、
テストコードもない。どうやってバグがないか確認すればいいんですか？俺は彼にペアプロで教えようとしたが、あまりにもコードが複雑すぎて説明するのも一苦労だった。俺自身も全てを理解しているわけではなかった。作った本人すら理解できないコードって。3ヶ月後、新人から退職の申し出があった。すみません。このコードベースでは成長できないと思いました。モダンな技術を学べる環境で働きたいです。俺は彼を引き止めることができなかった。彼の言うことは正しかったからだ。新人の気持ちわかるわ。優秀な人材がどんどん辞めていくパターンやん。技術的負債で会社潰れるぞこれ。新人が辞めた後、CTO に呼び出された。新人が辞めたな。お前の教育が悪かったんじゃないのか。責任転嫁すんなよ。自分のコードが原因だろうが。いや、それはお前がちゃんとドキュメント書かないから新人が理解できないんだろ。最近の若者は根性がないな。完全に責任転嫁してて草。俺はその日から必死にドキュメントを書き始めた。でも複雑すぎるコードをドキュメント化するのは至難の技だった。コード読むのに時間がかかりすぎてドキュメント書く時間がない。しかも書いたドキュメントはすぐに古くなる。新機能追加のたびにコードが変わるからだ。根本的な解決になってないじゃん。俺は再度モダン化の提案書を作成した。今回は100ページの詳細資料。現状の問題点、リスク、解決策、ROI、すべて網羅した。これなら理解してもらえるはずだ。一致頑張れ。100ページとか本気だな。これで拒否されたらさすがにかわいそう。俺は再び CTO に提案した。新人も辞めました。バグ修正も限界です。今すぐモダン化に着手すべきです。また同じ話か。しつこいぞ。俺が書いたコードが理解できないのはお前のスキル不足だ。もっと勉強しろ。それに新機能開発の方が優先だ。リファクタリングなんて暇な時にやればいい。暇な時なんて永遠に来ねえよ。 CTO が悪すぎる。一致の努力が報われないのつらい。またしても拒否された。でも俺は全てのやり取りを記録し続けた。提案書、CTO の拒否理由、メールのやり取り、全てを証拠として残しておいた。ある日、大きな転機が訪れた。年間契約8000万円の大手クライアントから連絡があった。新しい EC 連携機能を追加してほしい。まず工数見積もりを出してもらえますか。俺は早速調査を始めた。しかし調べれば調べるほど頭が痛くなった。 EC 連携に関連する箇所が50ファイル以上に散在していた。しかもファイル間の依存関係が複雑すぎて、どこを修正すると何が影響を受けるのか全く予測できない。完全にブラックボックス化してるじゃん。これ積んでるだろ。だからリファクタリングが必要だったんだよ。3日間かけて必死に調査したが結論は明確だった。工数見積もりは不可能。リスクは極めて高い。仮に着手するなら最低6ヶ月。それでも成功する保証はない。6ヶ月で成功保証なしとか終わってるな。俺は CTO に報告した。コードが複雑すぎて工数見積もりが出せません。影響範囲が予測できないためリスクが高すぎます。何を言ってるんだ。そんなはずない。お前の調査が甘いだけだ。俺が見れば1週間で見積もり出せる。なんてったってこのコードを書いたのは俺なんだからな。10年前のコードなのに覚えてるの？ CTO は自信満々だった。俺は内心これはチャンスだと思った。CTO が深夜まで残業していた。ディスプレイを凝視しながら頭を抱えている。おかしい。この変数名意味がわからない。 TMP って何の TMP だ。この関数なんでこんなに長いんだ。グローバル変数が100個以上ある。これ全部追えない。自分で書いたコード忘れててくさ。ブーメラン刺さりまくり。そして1週間後。すまない。見積もりが出せない。10年前のコードもう思い出せないんだ。変数名の意味も関数の処理内容も全然わからない。どこに何が書いてあるのかすら把握できない。自分で書いたのに覚えてないの？これは恥ずかしすぎる。だからドキュメント書けって言われるんだよな。クライアントに状況を
況を説明することになった。1週間待ったのに見積もりすら出せないのか。こんな会社と契約し続けるわけにはいかない。契約解除を検討させていただきます。年間8000万円の契約が消える危機。しかもこの大手クライアントを失えば他の顧客にも影響が出る。会社終わったな。 CTO のせいで会社が潰れるぞ。一致の提案を聞いてればこんなことには。俺は自宅で考えていた。もうこの会社に未来はないのかもしれない。転職活動を始めることにした。リンクトインとオンテッドリーに職務経歴を更新した。すると1週間で10社以上からスカウトが来た。大手 IT 企業から CTO ポジションのオファー。年収1200万円。スタートアップからテックリードオファー。年収900万円。外資系コンサルからシニアエンジニアオファー。年収1000万円。一致市場勝ち高すぎ。聞く手あまたじゃん。優秀な人材を安く使ってたんだな。現在の年収は500万円。どのオファーも倍以上だった。俺は退職届を準備した。緊急の役員会議が開催された。大手クライアント喪失の危機に社長も黙っていられなかった。 CTO、一体何が起きているんだ。それがレガシーコードが複雑すぎて。複雑。お前が10年前に書いたコードだろ。はい。でももう内容を覚えていないんです。誰が今このコードを保守しているんだ。バックエンドエンジニアの一致です。一致を呼べ。今すぐだ。だイッチの逆転劇始まるぞ。倉庫全部見せてやれ。俺は役員会議室に呼ばれた。社長、CEO、そして全役員が揃っていた。一致、本当にコース見積もりは出せないのか。はい、現状では可能です。どうすればいいんだ。俺は覚悟を決めて言った。実は3年前から無断化の提案を続けてきました。しかし全て拒否されてきました。なんだろう、証拠はあるのか。俺は用意してきた資料を取り出した。これが3年前の提案書。10ページです。2年前の提案書、1年前の提案書、半年前の提案書。全ての地域表とのメールのやり取り、理由の記録、こんなに詳細な提案書を。コス総数のツリーグラフ。これを見てください。バグ修正時間が3年で5倍に増加しています。新人エンジニアの退職理由も全てコードの複雑性が原因です。 CTO、これは本当か。それはなぜ提案を拒否したんだ。動いているコードを触りたくなかったんです。それに自分が書いたコードだから問題ないと思っていて。その結果が8000万円の契約喪失危機か。一致、今から対応することは可能か。外部のコンサルティング会社に見積もりを取りました。全面書き直しで1年、不要1億円、段階的移行でも6ヶ月、不要5000万円だそうです。1億円だ。そんな金額予算にないぞ。ちなみに3年前の俺の提案では3ヶ月、不要1000万円でした。10倍の差じゃないか。1億円の損失を招いたのか。 CTO、君は取り返しのつかないことをした。申し訳ございません。 CTO からは退いてもらう。技術アドバイザーとして残ってもらうが、給与は半減させる。承知しました。忍者王法だな。一致、会社を救ってくれないか。俺は正直に言った。実は転職活動をしていまして、大手 IT 企業から CTO オファー、年収1200万円、他にも複数のオファーをいただいています。それは困る。一致がいなくなったら誰もこのコードを保守できない。一致、君をテックリードに昇進させる。年収は850万円。現在の500万円から350万円アップだ。モダン化プロジェクトの全権を委任する。エンジニアを5人は委属する。好きに選んでくれ。俺は考えた。外部オファーの年収1200万円は魅力的だ。でも俺がこのレガシーコードと3年間戦ってきたのはこの会社を良くしたかったからだ。逃げたくはない。一致かっこいい。会社への愛だな。わかりました。残ります。必ずこのレガシーコードをモダンなシステムに生まれ変わらせます。ありがとう、一致。
モダン化プロジェクトは予定通り6ヶ月で完了した。ララベルへの段階的移行が完了。テストカバレッジ 90% 達成。ドキュメントも充実。コードレビュー文化も定着した。新機能開発スピードは5倍に。バグ修正時間は 90% 削減。1週間かかっていたのが半日で完了。大手クライアントも満足し、契約は更新された。新人エンジニアの定着率も 100% になった。完璧な逆転劇だわ。一致すごい。元 CTO は今では上のチームのアドバイザーとして技術の進化を学び直している。一致。本当にすまなかった。技術は常に進化する。俺はそれを忘れていた。いえ、過去のことです。これからは一緒に会社を良くしていきましょう。一大人だな。ハッピーエンドでよかった。ルシオツ。最後まで読んでくれてありがとう。レガシーコードは放置すればするほど負債が増えていく。技術的負債の返済は早ければ早いほどいい。それじゃあまたな。ルシオツ。一致お疲れ様。技術的負債は怖いな。スカッとしたわ。